残酷だけど、ほとんどの人がはっきり言わない真実がある。それは、エリート層も資本家もピラミッドの頂点にいる人たちも暗黙のうちに分かっていることなんだ。普通の人が最初の資本を作り終えるのをあらゆる手段でどんなことをしてでも止めようとしている。原始的な資本蓄積なんて聞くとすごく難しく聞こえるよね。でも簡単に言うとこういうこと。社会の中で働かなくてもいいくらいの資本を自分で持てるようになること。毎日8時間とか10時間働かなくてもいい。時間や体力、時には自分の尊厳まで売ってお金を稼がなくてもいい。自分の資本が生み出す利益だけで生きていける。そこまでたどり着いた状態を最低限の経済的自由と呼んでもいいと思う。でもこの自由はメディアがよく見せてくるようなものじゃない。何億円もの資産とかタワーマンションとか高級車とかそういう話じゃない。違うんだ。もし自分の欲がそこまで大きくないなら地方で暮らすことだってできる。1日の生活費が1500円から3000円くらいで済む生活もある。そしてもし3000万円をインデックスファンドなどで手堅く運用して年利 5% くらいあるとする。それだけで税金を引かれても毎月10万円くらいの収入になる。そのお金と少しの労働があれば誰かに無理やりこの仕事をしろあの仕事をしろと縛られずに生きていける。月曜日の朝に起きて今日は本を読もうと決めてもいい。新しいスキルを学ぶために3年かけてもいい。自分の時間をどう使うかを自分で決める権利が持てる。でもこれこそが資本家たちが絶対に見たくないものなんだ。なぜか。もし誰もが不労所得を持っていたら、もし誰もが自由になったら、じゃあ誰が働くの？誰が工場に立つの？誰が満員電車に揺られてオフィスに向かうの？誰が道を走って配達するの？誰が毎日8時間、10時間、時には残業してまで必死に働くの？誰が彼らのために余剰価値を生み出すの？ここはちゃんと理解しておいた方がいい。金融そのものは富を生み出しているわけじゃない。ただ富を再分配しているだけなんだ。資本を持たない人の手から資本を持っている人の手へ、そうやって富が移っていく。そしてこの仕組みを回し続けるためにはあなたが必要なんだ。彼らはあなたにずっと労働者でいてほしい。だから資本主義のあらゆる道具、あらゆるメディアの仕組み、あなたが目にするすべての広告、それらにはたった一つの大きな目的がある。それはあなたが最初の資本を作り終えるのをやめること。お金の本質へようこそ。ここでは社会があなたに見せたがらない真実を話していく。一つ目の鎖消費主義と宣伝の機会。もっと使えと叫ぶ仕組みだ。これはとても巧妙で、そしてかなり残酷な武器なんだ。彼らはあなたに貯金するなとは言わない。そうじゃない。ただ貯金することを古臭いものに見せる。ダサいものに見せる。賢くないことのように見せる。そしてどこか恥ずかしいことのように感じさせる。メディアを使う。インフルエンサーを使う。映画やドラマも使う。そうやってあなたの頭の中に偽物の価値観と毒のある信念を流し込む。お金が幸せを決めるんだと。良い家と車がなければ一人前じゃないんだと。あなたの価値はあなたが持っているもので決まるんだと。若さは一度しかないから経験しなきゃいけない。全力で生きなきゃいけない。海外旅行に行かなきゃいけない。楽しみ尽くさなきゃいけない。自分がちゃんと生きていること、充実していることを SNS で誰かに証明しなきゃいけない。見てほしい。彼らはお金を使うことを成功の物差しに変えてしまった。楽しむことを若者の義務みたいにしてしまった。そしてあなたのような若い人はだんだん怖くなる。取り残されるのが怖い。みんなと違う自分が怖い。30歳になっても車を持っていなかったり、実家暮らしだったりしたら負け組だと思われるんじゃないかと怖くなる。定期的にちょっといいホテルでご褒美ステイをしなかったら潤いのない人間だと思われるんじゃないかと怖くなる。そしてあなたはそのレースに飛び込んでいく。お金を使う。買い物をする。偽物の価値を追いかける。消費主義に流されていく。稼いだお金をきれいに使い切ってしまう。そしてふと振り返ると10年が過ぎている。あなたは30歳になり、やがて35歳になる。15万円以上する最新のスマホは持っている。SNS に載せるためのおしゃれなカフェや旅行の写真もある。でも銀行口座は空っぽ。あなたは自分の手で資本を作るチャンスを壊してしまった。そしてそれはまさに彼らが望んでいたことなんだ。2つ目の鎖生活のアップグレードという罠。もし宣伝の機会があなたを倒せなかったとしても、もしあなたが少しずつ貯金できるようになったとしても、彼らは次の鎖を使ってくる。
この罠にはとても綺麗な名前がついている。生活の質を上げる、 QOL を上げるという名前だ。そしてこの罠はこうやって動く。あなたが30万円を貯めると、彼らはスマホを買い替えた方がいいと言ってくる。広告もキャリアのキャンペーンも、時には友達さえもこう言う。新しい iPhone が出たよ。カメラすごく綺麗だよ。今のあなたのレベルならプロモデルを持つべきだよと。あなたが300万円を貯めると、今度は車を買えと言ってくる。買いなよ。雨の日も楽になるし、週末の行動範囲が広がるよ。車があれば異性にもモテるよと。そしてあなたが必死に働いて3000万円くらい貯めたとする。本当なら最低限の経済的自由に手が届くところまで来ている。でもその瞬間に彼らはすぐ言ってくる。家を買いなよ。いつまでも家賃を払うのはもったいない。住む場所が安定してこそ一人前だよ。ペアローンで6000万円のタワーマンションを買いなよ。35年ローンなんてみんなやってるよ。すべてが資産価値や投資という綺麗な言葉で包まれる。楽しむため、家庭を作るため、人生をアップグレードするため。でも最後の目的は何だと思う？あなたのポケットから1円残らずお金を抜き取ること。あなたをまたスタート地点に戻すことなんだ。あなたは自分が車を持っていると思っている。自分が家を持っていると思っている。でも実際には銀行に借金しているだけなんだ。利息を払うために必死に働かなきゃいけない。自分の城を持ったと思っている。でも本当は35年の奴隷契約にサインしただけかもしれない。仕事を辞める勇気がなくなる。理不尽な上司に反論する勇気もなくなる。もし失業してボーナス払いができなくなれば、あっという間に銀行に家を奪われるかもしれないから。あなたは自分から足に鎖をつけてしまった。そしてこの機械にがっちり固定されてしまった。もう自由な人間ではない。高級な借金持ちになってしまったんだ。3つ目の鎖、キャッシュフロークワドラントという迷路。ここで問題の全体像が見えてくる。なぜさっきの2つの鎖が存在しているのか。ロバート清崎の金持ちじいさん、貧乏父さんに出てくるキャッシュフロークワドラントを見てみよう。社会は4つのグループに分かれている。1、従業員 E。一番人数が多いグループ。時間と体力を売って固定給をもらう人たち。システムの中の小さなネジのような存在。2、自営業者 S。フリーランス、個人事業主、小さな飲食店のオーナーなど。普通の会社員よりは自由だが、まだ自分の体力と時間をお金に変えている。自分が止まれば収入も止まる。3、ビジネスオーナー B。自分がいなくても回る仕組み、システムを持っている人たち。他人のお金や時間を使って利益を生み出している。4、投資家 I。お金を使ってお金を生ませる人たち。お金が彼らのために働いている。もう問題が見えてきたよね。資本主義の仕組みはビジネスオーナーと投資家が利益を得やすいように作られている。そしてこの2つのグループがさらに豊かになるためには、従業員グループから大量の労働力が必要になる。消費の機会と生活アップグレードの罠。それらはたった一つの仕事をするために存在している。あなたを従業員グループに縛り付けること。だってあなたがいなくなったら誰が彼らのために働くの？あなたの資本を少しずつ吸い取ることで、彼らはあなたが十分な資本を持てないようにしている。あなたはビジネスオーナー側へ移動できない。投資家側へも移動できない。資本がなければ投資はできないし、自分のビジネスシステムを作ることもできない。あなたに残される選択肢は一つだけ。また満員電車に乗り、時間と体力を売って働くこと。あなたは一生懸命働き続け、自分を罠に入れた人たちをさらに豊かにしていく。最初の資本を作るなんて聞くだけなら簡単そうに見える。でも多くの人は一生かけてもそこから抜け出せない。22歳から65歳、あるいは70歳まで半世紀近く働き続ける。すり減ったネジのようになり、体力も心も絞り取られていく。そして労働力としての価値がなくなった時、システムはわずかな年金だけを渡してあなたを外へ出す。あなたは今その罠の中にいないだろうか。毎日8時間働いて給料を受け取り、クレジットカードの支払いやローンを返す。そして次の月も同じことを繰り返す。ハムスターの回し車の上をずっと走っているような感覚はないだろうか。罠から抜け出すための4つのステップ。じゃあこの状況をどうやって壊せばいいのか。あなたのような一つのネジがどうやって脱出を始めればいいのか。ネットでお金持ちになる方法と検索してみると何が出てくる？副業で月100万稼ぐ方法。仮想通貨でファイヤー。50万円の不動産投資セミナー。そんな話ばかりだ。でもはっきり言う、
それもまた別の罠なんだ。本当の解決策、鎖を断ち切るためのたった一つの道、それは少し退屈で、現代社会では一番軽く見られているもの。それが貯金・主銭作りだ。今こう思ったかもしれない。手取り20万円でいつお金持ちになれるの？今の時代、貯金なんて馬鹿らしい。投資でしょと。そこなんだ。まさにそこをシステムはあなたの思考に仕掛けている。あなたは21世紀における貯金の目的を完全に誤解させられている。システムは貯金は家や車など大きなものを買うためにするものと信じさせたい。ここはよく聞いてほしい。貯金は物を買うためにするんじゃない。貯金は時間を買うためにするんだ。第一歩、徹底的に貯金して思考を解放する。毎月いくら稼いでいるかはそこまで重要じゃない。大事なのはいくら手元に残せるかだ。貧しい思考。群れに流される心理から抜け出さなきゃいけない。貧しい思考とは何か。手取り25万円なのにクレジットカードを使って26万円生活してしまうこと。若いうちは借金してでも自己投資や経験に使うべきだと思い込むこと。意味のない支出。見栄や比較から来る支出は徹底的に切る。新しいスマホを分割払いで買おうとするたびに自分に聞いてほしい。自分は今機能を買っているのか、それとも自分の未来の労働時間を売っているのか。たとえ毎月2万円しか貯められなかったとしても1年で24万円になる。それですぐにお金持ちにはなれない。でも金より価値のあるものをくれる。それは選択する権利だ。貯金が100万円あれば心を病むようなブラック企業を辞める選択肢が持てる。貯金が200万円あれば理不尽な要求を断ることができる。貯金が300万円あれば半年間無給で休んで人生を立て直すことだってできる。請求書を払うだけのループに閉じ込められた人には立ち止まって考える時間がない。明日の生活の心配だけで時間が終わってしまう。基本的な労働から少しでも自分を解放できたとき、初めてあなたの思考は本当に自由になる。第2を、その時間を使って時間の厚みを上げる。時間には厚みがある。1時間働いて時給1000円、1500円にしかならない人もいる。彼らは価値の連鎖の低い階層で繰り返しの作業をしている。でも1時間の価値が数万円、あるいは数十万円になる人もいる。第一歩で作った解放資金を使って3年5年分の主体的に学ぶ時間を買うんだ。意味もなくがむしゃらに残業したり、週末に UberEats の配達を入れて体を壊すような働き方じゃない。時間の厚みを上げることに集中する。プログラミング、AI、動画編集、デジタルマーケティング、高度な B2B 営業市場が高いお金を払う価値がある分野なら何でもいい。ここが一番苦しい時期になる。同僚は車を買い、タワマンのローンを組んでいる。でもあなたは静かに身を潜め、誰にも奪われないスキルと頭脳に投資している。第3歩、生産性の量子的ジャンプ。35年集中して学んだ後、あなたの労働、生産性は全く違う高さに上がる。あなたがトップクラスの AI エンジニアになれば、時給換算で2万円を超えるかもしれない。数億円規模の商談をまとめられる営業のプロになれば、あなたの1時間はもう普通の物差しでは測れなくなる。ここで初めて最初の資本を作り終える本当のチャンスが生まれる。自分の報酬を交渉できるようになり、副業でも単価が上がる。例えばスキルが上がり、手取り月収が50万円になったとする。生活レベルを上げず、毎月30万円を貯金に回すとする。たった2年で720万円になる。投資信託などで合理的に運用すればさらに増える。システムの罠はあなたに35年かけて資本、マイホームという名の負債を作らせようとすること。でも目が覚めた人の道は違う。5年かけて自分をアップグレードし、その後2年で資本を作る。合計7年。脱出のための7年だ。第4歩、資本蓄積を終えて移動を始める。数年で700万円から1000万円を持てたとする。あなたは最初の一歩ではもう勝っている。最低限の経済的自由に正式に触れたと言っていい。従業員グループの鎖をあなたは一度壊したんだ。ここからは自分で決められる。そのまま高単価の仕事を続けてもいい。それはお金のためではなく、やりがいや目標のためだ。その1000万円をインデックスファンドに預けて、少しゆっくりと多くの選択肢を持って生きることもできる。あるいはここから本当のゲームを始める。その資本を使って投資家グループやビジネスオーナー側へ移動する。自分だけの仕組みを作り、今度は自分のためにシステムを働かせる。その時、あなたはもうネジではない。
機械を持つ側になっている。この道は全ての人に向いているわけじゃない。頭の良さだけでなく、鉄のような規律、怠け心との戦い、人と比べる気持ちとの戦いが必要になる。そして何より、消費主義という毎日耳元で叫び続ける巨大な宣伝マシンと戦わなきゃいけない。結局のところ、資本主義は悪でも善でもない、ただの機械なんだ。自分のルールに従って動いているだけ。大事なのは、あなたがその機械の中で何になりたいかだ。一生すりつぶされる小さなネジになりたいのか、それともその機械の動かし方を学ぶ人になりたいのか。選ぶのはあなた自身だ。今日から始めよう。まずは無駄な支出を削り、最初の数万円を貯めることから始めよう。すぐにお金持ちになるためじゃない。自分の思考の自由を少しずつ買い戻すために。